はい、こんにちは。今日はね、登頂やっていきたいと思います。はい、ドーン。こんな感じで爪が3本ついた魔物でサザンアイズに登場するんだけど、あとは作りながらお話ししましょうかね。ということで行ってみましょう。まず今回動力として使うのはドローン。こいつは普段ふよふよ浮いてるんだけど、こうやって横に寝かせると前に進むことができます。これドローンロケットって呼ばれてて、昔から使われてる技術なんだけど、最近全然使ってなかったので久しぶりに使ってみようってな話ですね。ちなみに少し前にロケットエンジンが実装されたので、ロケットといえば今やそっちを指すんだけど、こっちは意図的にオンオフができなかったり、プレイヤーからの相対位置で挙動が変わったりするっていう使いにくさはあるものの、燃料なしで無限に動かせるってなメリットがあります。はい、じゃあ今回はこれを武器として使う想定なんだけど、これで壁を破壊できるかどうか。さっきはドローン5つだったんだけど、10個にしてみたらどうかな。全然ダメか。プラスチック同士でぶつかるわけなので、小さい部品の方が耐久度が低いってところまでは想定通りですね。なのでここに鉄の刃物をくっつけてみると、簡単に破壊できました。はい、攻撃力はこの程度で問題ないことが分かったので、あとは組み立てていきましょう。で、このトーチャーは冒頭に言った通りサザンアイズっていう作品に登場する魔物なんだけど、作中ではジューマって呼ばれてて、それを刺激するのが獣魔術って呼ばれてます。いわゆる召喚獣みたいに使われるって言っとくと話が早いかな。主に主人公の藤井八雲が使うんだけど、本体は土の中に埋まってって地上に伸びた3本の爪が相手に向かっていくっていう攻撃魔法みたいな感じで使われます。文字通り土の爪って感じですね。作中では出番が多かった割には爪以外はほとんど出てこないんだけど形は虫みたいな感じで、こんな感じだったかな。形は後で調整するとして、とりあえず動かしてみます。こうなるともう手がつけられないドローン20個くらい使ってるので手で押さえつけるのも難しいんだけど、はい、気を取り直していざ。かなりいい感じに。どうもね、段差で上に向いてそのまんま上空に跳ね上がるみたいですね。ちょっと待って、お前は空を飛ぶ中馬じゃないんだフェイオーじゃないんだから。よし、行け。
進するところまではいいとして、段差で挙動がおかしくなることが多いかな。運よく壁にぶち当たりさえすれば十分なダメージが入ることだけは分かったんだけど、はい、ちょっとね、さっきの挙動を踏まえて調整してみましょう。まず浮かび上がるのは頭の部分を少しでも虫っぽい感じにしたくて、ちょっと角度をつけてたのが裏目に出てたかもですね。これは諦めるとして、あと幅を広く作ったのも失敗だったかもしれない。その分直進性能に不確定要素が入るんでね。あとはもっとスムーズに動くように車輪をつけとこうかな。で、ここまでわずかな記憶を頼りに形を作ってるんだけどこれ作中で一遍敵に上からひっつかまれて地面から引きずり出されるシーンが確か1回だけあったんだよね。で、この辺で一応どんな形だったかググってみたところ、一応設定資料みたいなのが見つかって、どうもね、サソリみたいな尻尾の先に3本の爪が生えてって、それが地上に出てたみたいですね。まあ一応形は分かったんだけど、そこまでやると地中に潜ってる感が再現できないので、今回は形そのものよりも動きの雰囲気を出すことにします。よし、だいたいこんなもんかな。いざ。おー、あ、転がってた大鉄鋼に当たったみたいですね。さっきよりちょっとマシにはなったみたいなんだけど、まだめちゃくちゃな動きをしますね。とはいえちゃんと走れる時のスピードはかなり速い。走って追いつけないので測ることはできないんだけど、引き離されるスピードから推測するに30キロくらいは出てるのかな。それはそうと、たまに停止したような動きになるのが気になるんだ。シミュレーション範囲外で停止するってのはあるんだけど、なんか挙動が違う気がする。なんだこりゃ。今のは等倍速であれだったんだけど、ちょっとスローモーションで見てみると、なんかね、ベアリングの外輪が大きく外れて、その次の瞬間急に引き戻されて、その勢いでぶっ飛んでる感じですね。これね、今までも乗り物でこういう現象がたまに確認できていて、モーターとかエンジンの回転が影響してるって思ってたんだけど、どうも単純にスピードで発生する現象なのかな。まあ細かい原因は仮に分かっても私の力ではどうしようもないので一遍置いといて、引き続き調整してみます。ちょっとベアリングが怪しいので一遍外すとして、全体的にドローンの数が多かったかもしれないので少し減らしましょう。で、ちょっと側面に何かぶつかっただけで壊れるので、ガードと攻撃力を兼ね添えたブレードをつけます。足みたいな感じでもあるし、
重量が増した分浮きにくくなるはず。あと頭の部分をいっそ地面に張り付く方向で組み立てればうまく地面を這うような動きになるんじゃないか。あれ？これだと地面に張り付けすぎるのか。しょうがないので頭の部分にだけ車輪をつけます。これだとまだダメか。いや、運が悪いと宙に浮いちゃうこともあるんだけど、おおむね問題なさそうですね。ドローンを減らした分、さっきと比べてスピードも若干落ちてるんだけど、相変わらず走って追いつけないスピードですね。よし、だいたいこれでうまく動きそうなので実際に戦ってみましょう。これね、このまま持ち運ぶこともできるんだけど、せっかくなので作中で使われてるように銃魔術として召喚するスタイルでやってみましょうか。召喚する材料にするためにいっぺん分解して動かない形にして材料として持っていきます。ちなみにさっき勝手に動いてたドローンなんだけど、ドローンは逆向きにくっつけると出力が打ち消し合うので、ここでは半分の個数を逆向きにくっつけてます。よし、これで行ってみましょう。狙うドローン基地は一応段差があっても進めるところまでは確認してるとはいえ、できるだけ平らなところにしといた方がいいかな。よし、ではいでよ、到着。ちょっとね、初速が思ったほど出ないんだけど、多分固定してた場合と違って召喚した瞬間からゼロスタートで起動するのかな。まあとにかく私の視点からもっぺんいでよ、到着。もっと勢いよく飛び出してほしいところではあるんだけど、一応壁を破壊することができました。ということで到着やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。召喚魔法みたいな感じにしたかったとはいえ、材料が多くなるとその分持ち歩かないといけないっていうかっこ悪さはあるんだけど、もともと魔法みたいな使い方は想定されてなかったと思うので、まあしょうがないかなとはいえ、今回みたいな場合だと移動するための銃魔を材料にして攻撃するための銃魔を作ればもっといい感じに使えるんじゃないか。ということで次回はソーリンやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。